フランスの北西部に張り出した半島、ブルターニュ地方。かつて海賊の拠点として栄え、青い海に囲まれた城塞都市があります。その名はサンマロ。海の向こうはすぐイギリスという立地もあって、旧市街全体が城壁で囲まれ、干潮人しか渡れない島も要塞になっています。19世紀を代表する作家シャトーブリオンの故郷であり、彼の父もまた海賊でした。敵国の船を攻撃し積み荷を奪う許可を得たフランス政府公認の海賊コルセール。最も有名なコルセールこそロベール・シュルクフ。サンマロは勇敢な冒険家たちが旅立った港でもあります。カナダを発見したジャック・カルティエはその一人。自らをフランス人ではなくブルターニュ人ではあるが、何よりもサンマロ人だと言って自らの町を愛した人々。そんな彼らの町には美味しいものもたくさん。日本で有名な高級バターボルディエの発祥の地はここサンマロ。バターと砂糖をたっぷり使ったブルターニュの名物クイニーアマンもチェックしたいところです。今回のオニバではパリから特急列車で約3時間、パリから日帰り可能な海賊の城塞都市サンマロの現在の姿をプロカメラマンのコウさんとトラベルパートナーのソリンさんと私フランスガイド中村でたっぷりとお届けいたします。さあオニバと一緒に青い海に囲まれた美しい街を散策しに行きましょう。それでは皆さんオニバ。皆様ボンジュール。トラベルパートナーのスリンヌです。でこちらはフランスガイドの中村さんです。はい、どうもフランスガイド中村です。ということで今回も皆さん東京トラベルパートナーズによるオニバツアーにご参加くださいまして誠にありがとうございます。ということで、このねオニバにもうすでにね参加したことがあるということが、人が、たくさんいらっしゃると思いますが、一応オニバっていうのは一体どういうオンラインツアーなのかっていうのをソニーさんちょっとね皆さんに説明してあげてください。はい、ご説明します。まずは生中継でお送りします。生中継でございますよ。まさにね今皆さんの見ているものがここで起こっているっていうことなんですよね。リアルタイムで皆さんにお送り届けております。そしてはチャットで皆様の質問や感想でお答えしていきます。そう皆さんのね今いろんな端末で見ていただいていると思いますが、皆さんの書いたコメントとかチャットっていうのは全て今ソリンヌさんの持っているこの iPad に入ってきて、そしてソリンさんが、ね、どんどん皆さんのチャット拾ってってくれるんだよね。はい、漢字とか大丈夫？漢字は大丈夫なんですけれども優しくしてください。そうそうということでねけどすごい日本語うまいですよ。そしてプロの映像のチームによるハイビジョンの映像がお送りします。高画質の画像でお届けしております。今回のね撮影ももちろんこのイメージクリエイターのコウさんでございますのでね、この素晴らしい映像を皆さんにお届けしたいと思います。ちょっとぐるっと一周回ってみようか。はい、で今ね海が見えてるでしょ。でそのうち皆さんには港が見えてくると思いますよ。はい、商業の港ですね。でそのままずっと目を右に移していっていただくと、今度はねマストがいっぱい立ったヨットハーバーみたいなねクルーザーが止まってるようなところに行って、そして見えてくるのがこれから私たちがこの街の中に入っていくんだけども、この城壁都市のサンマロ旧市街地でございます。このね、城壁に囲まれた街サンマロっていうのはもともとだいたいね12世紀頃から城壁で囲まれ始め、そして、17世紀には大航海時代にねすぐね、遠洋航海によって非常に商業的な、中心となって裕福な町になっていきました。ただし17世紀というとねルイ14世の時代でございますが、またね戦争なんかがたくさんあった時期でもあります。その遠洋航海をしている船乗りたち、その人たちが、
戦争の時にですね、一体彼らはどのようにして、お金稼ぎをしたかということなんですが、そのヒントが実はこの帽子なんです。はい、戦争の時期、彼らは普通にね、商業ができないので、彼らは何をしたかというと、わかる？この帽子。実は覚えてないんですよな。嘘、覚えてないの？あなたもしてるじゃない。手伝ってください。それがね、海賊なんですよ。そう、サンマルの町っていうのは海賊によって作られた町とも言われていて、その海賊が乗っていた船、その複製なんですが、それが私たちの後ろに見えているこのフリゲート船でございます。この船はだいたいね、18世紀の時に使われていたフリゲート船といって、マストが3つあるよね。そしてだいたいね、大砲が20機ここに据えられていて、この大きさの規模でだいたい240人のエキパージュ、船員がいるような規模の船でございます。で、ちなみにフランス語で海賊というと2つの言葉があるんだけど、知ってる？ソリさん。あ、それは知ってますよ。何と何があるの？じゃあフランス語で言うと、まずはピラットも言えますし、ピラットっていうパイレーツっていう英語で言うとね、ピラットっていう海賊っていう言葉があって、もう一つはね、コルセルです。コルセールっていうね、言葉があります。実はこの2つ、海賊というふうに訳せるんだけども、実は全く違う海賊の種類なんですよね。そしてこのサンマロに住んでいる海賊たちはピラットではなくてコルセールという人たちなんです。このね、海賊の話も後ほどゆっくりとたっぷりとしていきたいと思いますよ。サンマロの町の方に進んでいくことにしましょうか。それでは皆さん、お庭、さあ行きましょう。はい、お庭ね、フランス語でさあ行こうっていう意味なので、私たちの泊まったり再出発するときにはお庭っていう風に掛け声をかけていきます。ですから皆さんも一緒に画面の前でお庭と言ってくださいね。そうするとこの城壁が見えてくるんだけども、今度見えてきたのがこの城壁の向こう側にあるシャトーというところなんだけども、サンマロ城でございます。サンマロのね、町の紋章っていうのがあるんですけども、この紋章にはある動物が使われているんですね。それに関するクイズでございます。ソニーさん、お願いします。じゃあ皆さん、サンマロの都市の紋章となっている動物は一体何でしょうか？一体何でしょうかというクイズですね。じゃあ A はカモメ。カモメじゃないか。確かにカモメの声が聞こえるんだよね。そうだね。あとはイルカ。イルカじゃないか。海にちなんだねところだからね。そして C のシロテン。シロテンではないか。シロテンというと毛皮なんかに使われる動物だけど、さあ一体どれでしょうかという問題でございます。ちょっとね、これ皆さん考えていただきながら、私たちはこの門の方に近づいていきましょう。行きましょう。さあ皆さん考えておいてね。そろそろ今ね、目の前に見えてきたのは、これが三番山の門と言いまして、ここがね19世紀に作られた門です。ということで、集計が出たということですね。出ました。はい、皆さんの答え聞いてみましょう。じゃあ一番多かったのが A のカモメでした。カモメが一番多かった。何パーセント？40% でした。40% ね。なるほどね。はい。で次が C のシロテン 30%。シロテンが 30%。で最後の B のイルカが 29% でした。イルカが29% っていうことで、結構割れましたね。そうだよね。みんななんかどっちなのかな。結構割れたね。ということでね、この今見ていただいた三番山の門のちょうど上にサンマロ市の紋章がありますので、見に行きましょう。さあこちらです。さあ一体何でしょうか。さあこの門の上の部分にあるのがサンマロ市の紋章。さあ今ね、イメージクリエイターの子さんがぐっとその動物を捉えようとしていますよ。皆さんわかるかな？この檻の上を飛び越えようとしている動物、どうですか？これイルカだろうか、それともカモメだろうか。いやいや、このキツネのような動物は、そう実はね、答えはシロテンでございました。あ、ごめん言っちゃった答えお願いします。それさちょっといいよシロテンでしたよね。そうなんですよ。答えはね、シロテンでございます。はい。というところで、はい、ウィウィジャポンさんが聞いたんだけど、ウィウィジャポンさんいつもありがとうございますシロテンはフランス語で何でしょうか？あ、シロテンはフランス語で何でしょうか？知ってる？エルミンです。エルミンと言います。はい。ということで実際にサンマロの街の中に入っていきましょうか。それでは皆さんお庭さあ行きましょう。どうですか？
ありがとう。人混んでて歩けないんですね。すごい人が混んできた、さあ皆さん今度ね右側を見てください。先ほどのお城を今目の前から見ておりますよ。実はねこの城何かおかしい作りになっているんですね。一体なぜ何がおかしいかっていうのをちょっと、ね、皆さん考えていただきょう。日本のお城にもある敵を狙撃する鉄砲窓ですね。そう鉄砲窓なんですよね。ちょっとね皆さんこっち側町の中に入ってお城を見たら町の方向に鉄砲窓が向いてるってことなんですよ。おかしくない？この15世紀16世紀の時代っていうのはサンマロっていうのはブルターニュ公国の属国になっていましたに所属していました。しかしねサンマロ人っていう人たちが反抗するかもしれないのでブルターニュ公国の人たちがお城を建てて町の方に大砲を向けていた。なぜならばサンマロの人たちが反乱するかもしれないからということなんです。そして皆さんこちらをご覧ください。こちらの実はホテルがホテルシャトーブリオンという場所なんですね。今ちょうど画面の中央に入っている白い壁に紺色の背景に金色の文字でフランスシャトーブリオンと書いてあるあの家ですね。あの家のちょうど2階で生まれたのがシャトーブリオンなんです。このシャトーブリオンという作家が、イギリスの大使だった時、外交官だった時に、料理人に注文して作らせたのがその部位のステーキと言われています。ですから彼はねそのステーキが大好きで、もうたくさん食べていたっていうことなのでその部位とその焼き方そのステーキのやり方をシャトーブリオンというようになったそうですよ。フランス人にとってはサンマロってどんなイメージですかって聞いた。おおいい質問ありがとうございます。どんなイメージある？フランス人として答えるんですけれども、サンマロって子供の頃でも家族でも友達でもデートでも来れるところって感じがしますね。景色もあって、美味しいものも食べれて、ブルターニュもだから本当にもう誰でも楽しめる場所っていうイメージがやっぱりあります。皆さん、ぜひ来てみてください。どうですかこの美しい風景。今ねちょうど皆さんに見えているのがこのヨットハーバーのところかな。17世紀の人も同じような景色を見ていたと思う。不思議な感じですね。確かに今のね私たちの見ている風景は17世紀かもしれないね。考えるとさ、その時にも見てたんだもんね。非常に有料なバターを得られるのは実はこの隣のノルマンディっていうところなんです。でそのノルマンディとかから有料なバターを仕入れ、そしてブルターニュ地方では天然の塩が取れるのでその塩なんかを使いながらバターとかねそういうチーズとかを作っていくんだけども、その中でももともとはパリ出身なんだけども3代続くバター屋さんで、それで彼がこのサンマロにやってきてそこのサンマロの19世紀から続くバターの伝統様式を取り入れて立ち上げたブランドというのがボルディエバターというものなんですね。キヨさんバレちゃったんだよね。ボルディだったんだ。誰？キヨさん。キヨさん、ボルディエさんですね。そう、その通り。そこで今回はそのボルディエの本店でですね、バターをね買ってかじってもいいなと思ったんだけども、やっぱそれはあまりにもということで、このような、散策時でも食べられるようなこれを用意しました。見てください。これ散策時でも食べられるようなボルディエのヨーグルトでございます。こちらがねボルディエのマダガスカルのバニラ味といって、こちらがボルディエのみかん味になっていますね。さあこのね一番人気のあるっていうのがこのバニラ味らしいんだけども、さあソニーさんどっち食べたい？どっちもいいよ。じゃあみかん見してみる？したいです。オッケー。お、見てプルプルンとしますね。プリンプリンしてるね。じゃあちょっと一口もらいますね。いただきます。うまい。めちゃくちゃ美味しいなんですけど食感がすごい本当にプルプルっとしてる感じでクリーミーになんか甘すぎない優しい味ですごいみかんとライムの味がめっちゃ爽やかです。美味しいでしょ？美味しい、めっちゃうまい。さあどうだろう、他にコメント来てる？
聞いて、はいはい吉田さんが言ったんだけど、日誰本でボルジェバター買ったらうん、 2000円します。 2000円する、高いんだよね、こっちで買った方がいいんですよな。じゃあみんなそりゃそうだろ来て来てうね。もう一つの、名物というのがこれから皆さんに、ご覧入れようと思っている食べ物なんだけども、何か知ってる？バターと砂糖とそして小麦粉か。ここにさ、なんか書いてあるんじゃん、ちょっと見て。あ、boulangerie pâtisserie spécialité bretonne Queen と書いてあります。さあちょっと開けていくよ。どんな感じなのか。こういう風に入ってるんだけど、ほら見てよ、これがねちょうど後ろ側にあるんだけど、なんかこれベッタベタって感じでしょ。もうバターと砂糖をたっぷり使ってるって感じなんだけども、そしてこちらが表になるんだけども、こんな感じ。パイ生地をぐるぐるっと丸め込みながら丸い形を作って、そしてそれを焼いているっていう、そういうお菓子なんですね。本当にもう甘いお菓子なんだけども、さあ私早速いただこうと思います。甘いもの大好きだからすごい美味しそうです。いただきます。なんかごめんなさい、汚いけど中こんな感じで、すごいね、サクサクであると同時にすごく甘くて、でバターのうまみもあるというような、本当に美味しいねこれ。みんな最初にびっくりしたんですよ。なんで？例えば玲子さんが何でも大きいですねとかって、やっぱり1個食べたらお腹いっぱいになるって言われましたよね。確かに確かに食べたらちょっとお腹いっぱい、おやつにはいいんだけどね実は。その分かれ道の、はい、これから皆さん提案をしてください。皆さんどちらに行きたいですか？お願いします。じゃあ A は絶景海岸通り。絶景海岸通り、素晴らしい眺めがおそらく待っているんだろうね。で B は踊る猫通りです。踊る猫ちゃん通りということで、また可愛らしい名前が出てきたね。可愛いでしょう。ということで皆さんはどちらに行きたいですか？ところで結果が出ましたか？出ました。はい、ということでどこだろう。じゃあどうなるんだろうな。ドキドキ。一番多かったのが、はい、踊る猫通りです。踊る猫通り。56%です。56% 踊る猫通り。多いですね。で絶景海岸が43%になりました。マジか。いや実はね、前回もね踊る猫通りだったんで、可愛いからね、みんな選んじゃうんだよね。絶景海岸通り見せたかったけど、よし、じゃあ皆さんが選んだということで、じゃあね、こっちがなんだけども、なんかすごいドレス着てる人、なんかすごいドレスアップしてる人たちがいっぱい歩いてるけどさ、多分先ほど視聴者で結婚式した人が今度は教会で結婚式をしてるんじゃないかなと思う。いや、リアル。いやー、素敵。いいね、こんなところで。さあ今度はね、こんな開けたちょっとした公園のようなところに入り込んできました。ここがね、レジスタンス広場と言われているところで、シャルル・ド・ゴール将軍がロンドンに亡命した時に呼びかけを行って、そのナチス政権に対して対抗するような対抗勢力、それを呼びかけた。その呼びかけた人々の中で犠牲者になってしまった人たちに向けて、作っている記念碑がこちらでございます。ここにはね、ナチスによって強制収容所に連れて行かれちゃった人々、連れて行かれてしまった人々で、亡くなった人々のための記念碑になっています。ここでは、強制収容所の土をね、骨壺に入れてこの中に奉納してあるんですね。このようにして忘れてはいけない、そのような、歴史、そういうものを刻んでいるということなんです。ちょうど先ほどの結婚式だったんだろうな、ミサが終わった。今ちょうど花婿と花嫁が出てくるところなんですね。今ちょうど出てきたのかな。そうね、なんかかぶってる。なんかシャボン玉とかね、子供たちが吹いてますね。かわいい。いやー、素晴らしいね。さあ今度は私たちはこの猫通りの方に向かっているんですけども、一体どういう話なのかというと、イギリスとオランダの船が爆弾をたくさん積んだ船をサンマロに進めました。火薬庫の近くまで、近づいていきました。しかしサンマロというのはね、遠浅の海岸で岩が非常にゴツゴツしているところなんです。
そのサンマロに着く直前の岩山にぶつかり、その地獄号は座礁してそこで大爆発。その爆風が少しサンマロの町に届いたんですが、ほとんど被害はなかったという話なんですね。ですからね、そこで被害は誰も死者は出なかったんですけども、唯一猫1匹亡くなってしまったっていうんですよ。そこでね、フランスの人たちが嘲笑する、揶揄をするという形で被害届というのを適概に出しました。その被害届には猫1匹というふうに書いてあったんですね。みんな怖いと言ってますね。怖いクニクさんとかウィジャパンさん怖いとかって、そうだよね、ちょっと怖いんだよね。そうで、その猫1匹死んでしまったということで、その敵側をね、揶揄するという意味でつけた名前が実はこの道の通りで、ちょっと読んでみて。じゃあフランス語だとルー・ドゥ・シャキダンスとなります。という道の名前になっています。ダンスをする猫通りという名前になっているんですね。さあ、そのままね、こうさん、このまま道の向こう側を見てください。そうすると何があるかっていうと、よし、非常に美し見たかったい人海が広がっているでしょう。来ましたよ。はい、このまさにね、この海の方から船が攻めてきて、そしてその手前で爆発してしまったっていうことなんだよね。はい、このような歴史上で猫通りという名前がついて、そしてこの辺は船乗りたちがね、よく飲みに来たり遊びに来ていたりするところだったっていうことで、その猫はそのうち踊るようになったと言ってで、踊る猫通りと名前が付けられたそうですよ。さあ、それではね、この先に進んで今度は素晴らしい状況を皆さんに見ていただこうと思います。はい、それでは皆さん、こんにちは。さあ行きましょう。で、今回やっぱこういう天気にも恵まれて、このサンマロの良さ、やっぱりすごい美しい海だとかこの海岸とかをやっぱ皆さんにお見せできてよかったなってすごい思う。やっぱこれを見せたいなと思ってたし、なんかそういう機会を本当に皆さんに与えていただいて、でそれをすることができて本当に嬉しいですね。なんか学生の時からのね、目標を一つ叶えることが皆さんのおかげでできた。もちろんこれを参加してくれた人と、そしてこのオニバというねチームを組んで一緒に頑張ってきた人たちと一緒にサンマロを見せることができて、ちょっと僕自身が感動してるって感じかな。ということですごい長くなってしまったんですけども、今回のトラベルパートナーはソリンです。ソリンさんと、そして案内役は私フランスガイド中村と、撮影はイメージクリエイターのコウさんでした。それでは皆さんここでお別れしましょう。さようならっていうのはフランス語でなんて言うんだっけ？言い方は2つあって、オルワルかアビアント。でもアビアントの方が好きなんだから、なんていう、また会いましょうって感じ。また近いうちに会おうっていう意味だから。じゃあアビアントでお別れしましょう。じゃあ掛け声をお願いします。じゃあ皆さん、1、2、3、アビアント。ありがとうございました。ありがとうございました。